普段は穏やかな湾内なんですが、うわ、あの海を越えあなたのもとへ出会い別れ繰り返して好みで感じたい皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。今回はみんなが待ち望んだレンゲ編をお送りしたいと思います。辛タンメンもありがたいことにネットの口コミでもとんでもなくたくさんの高評価をいただいてるんです。はい、ザ・ジャパンニュース、海外の方に向けた新聞、読売新聞社様から出てるやつですね。裏面のカラー表紙のここです。写真とこの名物の辛タンメンを取材していただきました。そうなんですね。それでこれから開けた後にもう海外の人いっぱい来てくださいっていう思いも込めて多分いろんな、アピールをしてると思うんですけど、最近は外国人さんもかなり増えて、新聞英語じゃないですか。だから「これは何?」で「私載ってるんからよどうぞ」って言うとこうやって読んでくれて「おー」とかって言って外国の方すごい反応がすごいんですよね、表現が。でも読んで「これはあなたか?」って言われたりするし、ある人は「これ誰だ?」って、私なのに「これは誰？どこにいるの？」って聞かれたこともありました。私ですみたいな。みたいなこともありました。不思議なことがありました。辛タンメンは、企業秘密なんです本当は。でも教えちゃいます。そうですね、辛タンメンを頼む方はほぼ辛タンメンばかり頼みます。もう泣きながら辛い、でも顔は嬉しそうな、辛い辛いって言いながら完食で、また辛タンメンを頼んでくれるっていう。でも島に住んでて辛タンメンのファンの方もたくさんいるんですけど、そういう方たちはもう淡々と食べます。100% 透明な液体のスープに騙されて、これ辛タンメン頼んだんだけど間違ってないって、そんな感じに言われます。食べてみてくださいって言うと辛いってなってね。でまず目で騙されてるから脳も騙されてる、見た目で。だからより辛く感じていいと思います。辛タンメンを作っているところを撮影したのでどうぞ。まず丼をセットするところから始まりますね。で、はい、タイマーをします。2分間。肉を鍋に入れて、火つけてね、肉入れて、ちょっと油を入れて、で野菜をもやし、ニラ、キャベツ、人参、きくらげをそれぞれこんだけずつセットして入れます。で野菜炒めを作る要領で軽く混ぜてからスープを投入します。ダブルスープですね。なんか煮干し、魚系と肉系のスープをダブル使いでやってます。でスープ入れたら、調味料、胡椒とかお酒とかの調味料で味を整えて、塩の返しを入れて、まず一旦ここで味見をして OK で、ここで最後に青唐を入れていきます。で今のお客様はこのお客様は、辛めだったんで2回入れました。普通は1杯、通常は1杯ですね。でこの辛めのやつは私はちょっと味見が結構きついので、本当にちょろって舐める程度だけはします。で辛いのを確認したらよしっていうか、そんな感じですかね。
で沸騰させちゃうと、ダメなので沸騰寸前で火止めて、で麺が上がるのを待ちます。2分間の勝負ですね。誰も周りにいなくても一応上がりますってこう声をかけて、そして麺を入れて、ここでスープを丁寧に盛り付けをして、で重いので私は1回置きます重い、なかなか重いので、最後に入れ切って、はい、OK です。ペースト状にして、でそこにこれは絶対に誰にも教えない企業秘密をちょっと投入して、レンゲの名物の辛タンメンのペーストが出来上がります。2つ気になる。酔っ払った時になんか喋ってるっぽいけど誰にも教えません。観光できてます。地蔵島は小学生の時から来てて、40回目とか島に来たら必ずこの辛タンメンを食べないと帰れないです。これは島町トッピングと煮卵です。東京でも辛いラーメンが好きで行きますけど、なんかニンニクとか豚骨がっつりの辛さみたいな、食べるとお腹痛くなっちゃうんですよね。レンゲの辛タンメンは塩だし、野菜たっぷりだし、本当に美味しい。辛っぽく見えないんですけど、一番最初食べた時は辛いから気をつけてって言って、でもそんなわけないと食べたら辛すぎて慣れるまでに時間がかかりました。もう一杯食べたいレベル。何でだろう。夏は今は海、温泉、お酒、カラオケ楽しい、スナック楽しい。はい、辛タンメン私も食べたいし、一緒に来てくれた友達とか全員に布教してるので、それも頑張ります。最近外国の方がすごく増えたんですけど、なぜかごま味噌ラーメンを頼む方が多いんです。あとはやっぱり八丈島といったらアシタバっていうことで、アシタバラーメンがあります。アシタバラーメンには八丈島のアシタバ加工工場さんで作ってるふわふわ削り節っていう、すっごいアシタバの苦味もしっかり、香りもしっかりこう閉じ込められた削り節がポサッと乗っかってます。観光さんは大抵何がおすすめなんて聞いたりするので、もうそういう場合はアシタバラーメンか、辛いの大丈夫ですかって聞いて、平気って言ったら辛タンメンをこのもう2つですね2つ。意外と普通の醤油ラーメンが美味しい。私は一番醤油ラーメンが好きです。まかないっていうか自分がお昼とか食べるんですけど、だいたい気が付くと醤油ラーメン食べる。期間限定メニューをなんでやるかっていうと、例えばどんなに美味しいラーメン屋さんでも人って飽きるじゃないですかっていうのを私はもう昔から思って、お客様が飽きないようにっていうことで、年に1回とか2回とか3回とか限定品を作ってお客様に来ていただこうっていう作戦のつもりでやり始めたんですけど、今だと夏だから冷やし塩ラーメンで、これは、豚肉のチャーシューの代わりに鶏肉のチャーシューが乗っかってるやつですね。あとあごだしラーメンをやってます。これ意外と人気です。トビウオのだしで取ったあごだしラーメンが、実は昨日ぐらいからやってるのが冷やし辛タンメン。これね、試食の段階でもう美味しくて、辛タンメンが食べれない人でも食べやすいっていう感じですかね。同じ辛い量を使ってても冷やしの方が冷たい分辛さが和らぐのかなって感じで、冷やし最高に美味しい。普通に辛タンメンは、スープに辛タンメンを投入して、鍋で熱くしてるけど、冷やしの方は
食べやすいようにっていうか、夏だしと思ってスープには入れないで野菜炒めの方に入れてるんですよ。だからもちろん辛いんですけどスープをごくごく飲むんですっていう一応作戦を考えてそんな感じで作ってみました。あれ結構うまいから。そうなんです。でもね、メニュー化したのは最近かもしれない。そうなんですね。辛タンメンを発売した当初、もうお腹いっぱいだから麺いらないから麺なしで作ってって言われて、いいよ作るよって言ってお出ししてたの最初は。だけど量が多いじゃないですか。だからちょっと減らして辛タンスープで出すようにしました。まず辛タンメンができて、次にこの醤油味の辛いやつってことで辛ジャンメンっていうのを出したんです。そしたらこのお客様が辛くない辛ジャンメンって頼んできて、なんだそれだと思ったら辛いの苦手だけど食べてみたいからって言って、で辛いの入れないで作って、それを今はその名前もつけてチャージャンメンということで発売してます。これも人気です。うちはね本当にお客さんが言ってくるんですよ。あれやれこれやれと。で分かったよっつってやって、それがメニュー化するっていうのは結構あります。お客様に感謝です。これからもきっとみんなが言ってくれると思うので、耳を傾けてもっと大きくしたいですね。皆様いかがでしたでしょうか。八丈島のいろんな場所について、過去の動画でたくさん紹介しているので、ぜひそれを見て八丈島に遊びに来て観光をして楽しんでいただけたらと思います。でいろんなとこ巡った最後に道根地区にあるラーメンレンゲにラーメン食べに来てください。また見てね。バイバイ。